皆さん、こんにちは。お絵描きバーチャル YouTuber のやきまえるです。今回は、やきまえるの作業環境紹介ということで、僕がね、普段から絵のお仕事や YouTube の撮影、そしてね、編集や配信とかで使用している環境や機材をね、ちょっと紹介していきたいなと思います。で、今回ね、カメラ直でこの後音声をね、録音しているので、いつもよりね、ちょっと聞き取りづらいかもしれないですが、ご了承ください。どんどんね、紹介していきましょう。まずはね、こちら、机です。机はね、何かわかりません。家族のお下がりをもらいました。なんとね、こちらの椅子もね、家族のお下がりで、eWin の CPBK5B というね、女性や子供向けのゲーミングチェアを使っています。こちらなんですけど、僕の旦那が、日本人は、やっぱ体が小さいから、子供向けの椅子がちょうどいいんだよとか言って、買ってきたんですけど、サイズがね、合わなかったみたいで、僕にね、買えって言ってきて、無理やり押し付けてきました。もう全然気に入ってないんでね、多分近いうちに買い替えるんじゃないかなと思います。そしたらね、お次はこちら、マイクとね、マイクスタンドです。マイクはオーディオテクニカの AT2020 という、結構ね、コンデンサーマイクの中だと安めなものを使っています。マイクスタンドは、なんだろうこれ、ロイシェルのマイクスタンドポップガードセットっていう、なんか適当にね、レビューの評価が悪くなくて安そうなやつをね、あんまりこだわらずに Amazon で買いました。あと予備で AT2035 もね、持っています。まあね、このコンデンサーマイクね、使ってる方すごい多いもので、十分ですね。十分って感じです。で、次はこちらがね、液タブと、こちらがメインモニターで、あっちがサブモニターになります。こちらの液タブなんですけど、XP ペンのアーティスト24 Pro という液タブを使っています。こちら提供品なんですけど、提供品の中で、これが唯一、大画面で、解像度が WQHD なんですよ。で、僕、液タブで動画編集もするので、やっぱり WQHD と大画面はね、どうしても外せないっていうことで、こちら気に入って使わせていただいています。こちらメインモニターなんですけど、メインモニターは BenQ の SW2700PT っていうね、デザイナー用のディスプレイってやつを使っています。色域が確か Adobe RGB99% をカバーしているので、基本的にこちらのモニターで、最終的に納品物とかの色をチェックするようにしています。で、あっちにあるサブモニターは ASUS の適当に安いやつを買いました。色とかね、全然良くないやつです。ただ単に安いやつ買いました。ウェブカメラはロジクールの結構ね、高めなやつを使っています。VTuber を動かすだけだったら、こんなにね、高いやつ買わなくても全然大丈夫なんですけど、ウェブ会議とかがたまにお仕事であるんで、それでね、結構いいやつをつけています。で、この画面のね、上についてるこれなんですけど、BenQさんから提供いただいたスクリーンバープラスというデスクライトをね、使っています。撮影で手元をね、明るくしたい時とかに使っています。で、こちら、ちょっとね、使い方悪いんですけど、こんな感じで台座としてスピーカーを置いています。で、こちらの木は 2x4 の木材を買ってきて、自分でヤスリ掛けとかして、なんかニスみたいなの塗って作った適当な板になります。今となっては結構ね、広めの机になったんですけど、前に机が狭かった時に、液タブがあって、他の画面があって、で、スピーカーもあってっていうのが全然置ききれなくて、その時にもうやむを得なくこの配置にして、で今もその配置のまま使っています。で、このスピーカーは音響の GX70HD2 ってやつになります。で、奥にはね、ちゃっかり Nintendo Switch があります。ちょっとね、ゲーム関係は後で紹介します。で、ここら辺でちょっとね、残念なお知らせなんですけど、もしかしたらね、気づいてる人いたかもしれないですが、この家ね、なんとね、和室です。和室です。上洋室っぽいんですけど、下めっちゃ和室です。で、賃貸なんで傷つけないようにもう一生懸命ね、
コルク置いて使っています。畳だと全然かっこよくなくて、すごいね、恥ずかしいんですけど、まあ、しょうがないです。はい。で次にね、紹介するのは、こちら左手デバイスのレイザーのタルタロス V2 というものになります。ゲーミングキーボードとしてね、売ってるものなんですけど、お絵かきのね、左手デバイスにもすごいしっくりくるんで使っています。で、これなんですよ。この台が本当にね、いい買い物をしたなって感じで、さっきも言ったんですけど、液タブがあると本当机の上って結構いっぱいいっぱいなんですけど、これをね、つけて、この上に左手デバイスと、あとこっちね、マウスをね、置くと、もうめちゃくちゃ机がスッキリするんで、いいです。でこの台は、サンワダイレクトのマウステーブル 200MPD003 ってやつになります。で、この台のめちゃくちゃいいところは、こいつがね、こっちに置いてあって、で、絵描くときってもっと液タブが前の方に来るんだけど、で、その時に、いつも手をビーって伸ばした状態で左手デバイスを使ってたら、肩がね、おかしくなっちゃって腕がね、なんかつるっていうか痛くなっちゃってたんだけど、こっちに置けるようになったら、ほんと椅子の横でちょっと軽く肘を曲げた状態で、カタ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 ってやれるようになって、すんごい肩こりがね、なくなりました。これね、本当にいい買い物をしたなって思います。ちょっとね、レビューにもあったんですけど、ちょっとこんな感じでね、ちょっとペリペリ剥がれやすいのがね、たまに傷かなと思います。はい。で、次はね、こちら、マウスですね。マウスは、ロジクールの G403H ヒーローっていうやつになります。で、ゲーミングしたものがね、続いてる中ね、ちょっと異質なんですけど、キーボードは、こちらですね。トープレのリアルフォース 108UBK になります。こちらね、全然ピカピカとかしてないです。これは、会社員だった時にね、買ったやつになります。で、お次にね、ちょっと足回りの方を紹介していきたいと思います。で、まず、足回りは、こちらね、畳を傷つけないための、椅子の下に引くフロアマットが敷いてあります。で、こちらのこの壁みたいな謎の板なんですけど、これね、デスクヒーターって言います。ヒーターなんでね、あったかいんですよ。あったかい。もう冬場はね、本当に足冷え切っちゃうので、これね、めちゃくちゃいいです。で、冬場だけじゃなくて、実はここの、裏側って、配線地獄になってるんですけど、それをね、隠せるんで、見た目がすごいスッキリするのがね、嬉しいです。で、お次に紹介するのは、こちら、リラレラのフットレストになります。で、フットレストは、こんな風にね、椅子に座ってる時に足を置くものになります。でこちらリラレラさんからご提供いただいたもので最近使い始めたんですけど、めちゃくちゃいいです。僕めちゃくちゃね足冷え性で悩んでたんですけど、これにね足乗っけるようになってから足のね色がかなりね良くなりました。で特にやっぱりイラストレーターやってるとすごい長時間椅子に座ってることが多くて、でそうするともうすごいね足冷え切っちゃったりすごいむくんじゃったりで、ひどい時だと前にねお絵かき配信やってた時にエコノミークラス症候群みたいな感じになんかちょっとなっちゃった時とかあって、めちゃくちゃね良くないんですけど、こちらね使うようになってからはねすごい足の血行が良くてホカホカする気がします。ぜひ興味がある方は概要欄にリンク貼っておくのでね、ぜひチェックしてみてください。残りね、紹介するものもわずかになってきました。こちらはですね、オーディオインターフェースヤマハの AG06 になります。配信とかでね、なんか使うやつですね。大体みんなこれか、これのもう一個下の買いモデルの AG03 をね、使ってる方が多い気がします。で、イヤホンは多分スマホについてきた適当なやつを使っています。全然こだわりないです。もうとにかくね、長時間イヤホンして配信とかすることが多いんで、軽くて耳とか頭に負担がないっていうことの方がね、重要視して使っています。
はい、で次に紹介するのがこちら、自作 PC になります。僕がね、一生懸命作ったパソコンちゃんになります。で、本当はここにちゃんとガラスがあるガラスケースになってるんですけど、どうしてもね、ちょっと映り込んじゃうんで、本当は良くないんですけど、ちょっとね、今だけ外して使用しています。まあね、PC の中身どんなの使ってるのっていうのは多分こう、今、出てる表をね、見ていただけたらいいんじゃないでしょうか。前に自分の PC スペックをちょっとね、別の動画で紹介したんですけど、その時から、ストレージ、メインストレージね、変えまして、ようやくね、M.2 SSD になりました。で、それに合わせて、ちょっとね、バックアップ環境もなかったんで、バックアップ用のストレージも追加しています。で、こちらの PC なんですけど、お絵描きっていう面で考えたらめちゃくちゃオーバースペックなパソコンになります。で、なんでこんなスペックが欲しいのっていう話なんですけど、まあ、ゲームしたいっていうのと、あと動画編集ね。もう動画編集が本当にパソコンスペックでもう大きくね、左右するんで、もうほんと動画編集のためがメインと言ってもね、いいんじゃないでしょうか。もう動画編集のためにね、パソコンお金かけて作っています。そしたら最後にちょっとね、棚周り紹介していきます。まず棚ね、銀盾です。銀盾も嬉しいんでね、飾ってます、銀盾。で、そして、で、まあなんかいろいろ、イラスト、基本的に画集と技法書が多いかな。あとちょっとお仕事で関わったやつとか、ちょっともらったものとかが多いですね。そんな感じのデザイン系のやつとかが並んでます。もう基本的に趣味のものは全然置いてなくて、仕事で、見るようなものしか置いてないんです。ここはね、仕事部屋なんで。で、こちらですね、ライブツリーさんのクリエイター奨励プログラムでね、奨励いただいた、ピンバッジになります。で、こちら、デッサン人形になります。僕が持ってるのは、Figma のアーキタイプヒーっていうシリーズのデッサン人形になるんですけど、こちらね、残念ながら多分もう生産してなくて、売ってるやつが転売価格で売ってるものがほとんどなんで、それでね、あんまりいろんな動画内でね、おすすめしたりね、できないんですよね。デッサン人形はね、本当に生産いろんなとこなぜかやめちゃって、転売価格でボンボン売られてるのがね、ほんと辛いですね。でこっからは、今チラチラね、見えてたかもしれないんですけど、基本的にちょっと配線地獄が広がっていて、すいません。では、任天堂スイッチがあって、ここにサイバーガジェットのレトロフリークっていう機械なんですけど、昔のゲームをね、遊ぶことができる機械があります。で、あと、任天堂スイッチのコントローラーに、まあ、Xbox コントローラー、パソコンにね、つなげて使うための Xbox コントローラーと、で、あっちがルーターですね。ルーターは NEC の WG2600HS2 を使っています。もうルーターはね、NEC 大好きです。もうルーターといえばね、NEC が、電波が安定してるんじゃないかなと僕は思っています。で次に、ここにね、転がってるの。あれはいいんです。チキンはいいんですけど、ここに、転がってるやつが、エーバーメディアかな。エーバーメディアの、GC553 というキャプチャーボードになります。で、これは自分が Ryzen 9の 3900X を使ってて、それと互換性がある、なんかいい感じのやつがね、こいつしかなかったんで、これを使っています。で、こう画面をゲームにしたり、パソコンにしたりをポチポチ切り替えるやつが入ってたり、あとはまあ奥に、外付けハードディスクがね、置いてあったりします。ちょっとここはね、魔界ですね、魔界。で、こちらは、フェイバリットさんと僕がね、コラボレーションしてデザインさせていただいた、赤ずきんちゃんのね、狼さんをモチーフにした、満腹狼さんパーカーになります。で、そして隣にあるのが、こちら、撮影用のライトと、あとね、撮影とか自撮りとかで使ってる、三脚になります。ライトは、なんだろうこれ、ニーワーかなの USB ビデオライト
で、こっちの三脚、カメラスタンドは、バレックの、Amazon 限定ブランド、白馬 W312BK ってやつと、で、そこの上、先っちょに、ついてるやつ。先っちょについてるやつは、別売りで、スマートフォンつけれるようにするやつで、ザクロのスマートフォンホルダーというやつを使っています。この辺そこまでこだわってないやつです。基本的に安いやつを買いました。それと、こういう録音関係の機材っていうのが、今度ね、もうちょっとね、良くなる、予定があるので、変わると思います。はい、多分これでね、全部紹介できたかなと思います。一応今回ね、紹介した機材一覧はね、はい、今出てると思います。こちらでね、商品名などを確認してもらえたらいいんじゃないでしょうか。で、全体的に僕の環境っていうのはね、あんまり基本的にこだわってないです。こだわってないんですけど、どうしても仕事上必要なもの、例えばカラーマネジメントモニターであったりとか、例えば動画編集するからパソコンのスペックいるよねとか、そういうところにはね、しっかりお金をかけています。で、あとはやっぱり動画の質に関わってくるようなね、マイクであったりとか、あとやっぱり打ち合わせとかで相手に失礼のないように、カメラとかはね、いいものを使っているっていう感じです。本当はね、椅子が新しくなってからね、紹介したかったんですけどね、そこはしょうがない。椅子がね、また新しくなったり、引っ越したりとかね、そういうちょっとした変化があったら、またこういう動画もね、上げてみようかなと思います。はい、そんな感じで、ヤキマイルの作業環境紹介でした。